にちは。今回は筋肉マンパーフェクトオリジン編第7話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いや本当に面白い。めっちゃロビンリスペクトしてるの伝わってくるのいいよね。何気にアトランティスドライバーという落下激突系のフェイバリットを使う男。敵役でそっちの必殺技持ってるやつは少ない。アクションシーンの出来の良さは今期アニメでは屈指だな。ストーリー知ってるのに夢中で見てられる。というか比較対象になるような肉弾戦ものがないね。アニメスタッフがロビン VS アトランティス戦を喜んで描いていることが分かった。ロビンを卑怯な手で倒した大嫌いなはずのアトランティスが好きになってしまう。ロビン戦法を思い出し、マーリンマンの誘いに乗らないアトランティス。ロビンマスクはもしかしたら筋肉マン以上に相手への影響が大きい超人かもしれないな。なぜか格上のネメシスまで感化されとった。大井争奪戦ではマンモスマンも感化されてたしな。ロビンマスクの試合はベストバウト多い印象。負けブックの時でも手を抜かないからね。気がつけばみんなロビン戦法使い出してるからね。人気者だ。もしロビンがマーリンマンと戦ったとして水中に引きずり込まれたらロビンじゃ勝ち目ないなと思ったわ。そもそも半魚系が水ステージで戦うの基本強すぎだろ。勝ったの半蔵ぐらいだぞ。アトランティスはスグルとの試合の方がよっぽど死闘だと思ったが、やっぱり勝った試合の方が誇りなんだな。筋肉マンとの試合では仲間のレベに手助けしてもらったけど、結局負けて、しかも最後は仲間のバッファローマンが筋肉マンにフィニッシュホールドを指定するという、アトランティスからしたら割とひどい内容だったからかな。ミートの足の下りがないと普通に戦って勝ったみたいやな。むしろミートの足利用しなかったらロビンが勝ってたと思う。生地演技はいいから、アトランティスとマーリンマンの性質が被る。アトランティス役の声優は基本は合理タイプの演技する人だから逆に新鮮だったわ。おそらく悪魔超人の誰やらしても違和感なく演じられたんじゃないかと。いかにも半魚人な見た目なのにアトランティスって名前はよく考えると変だな。〇〇マンばっかりにならないように頑張って考えたんだろうな。7人の悪魔超人の中で〇〇マンというのはバッファローマンとスプリングマンの2人だけなんだな。そこチェーンソーみたいに回るのそうはならんやろ。ウィークポイントだった首の傷が特訓の結果岩のように頑丈にそうはならんやろ。スピアの先がスプリングマンみたいバネ化して激突を回避そうはならんやろ。筋肉マンの世界ではそうなるんだよ。ゆで理論というか筋肉マンの登場キャラの中じゃかなりまともな性能なんだけどな。カジキにバネ要素なくねと思うが、それもまたおもろい。セントヘレンズ大噴火が痛め技にもならないのが地味にラジナンド底力表現してると思ったわ。武器袋吐き出して防御手段とかもなかなか出ないアイデアだと思うわ。ゆでなのか投稿者のなのか知らんけど、どっからそんな発想出てくるんだよと。魚類じゃないけどカエルは自分の胃袋を吐き出して洗う。物理的にからそのあたりから着眼したのかなと思ってたんだけど。喉だけあんなに鍛えて効率悪すぎる。他で割れたらそれまで案の定腹貫通してたし。喉元鍛えてるシーン面白すぎて草だった。いじめられてるようにしか見えんわ。カーメン踏んでるのか浮いてるのかわからないのも草。っていうかバッファローマンが座れるパイプ椅子すごくね。耐久性すご。首を鍛えてる階層でステカセの蹴りがすごく痛そうだった。弱点を克服したアトランティスに比べてカーメンは、もしもアトランティスとマーリンマンの戦いの舞台がロンドン市街を流れるテムズ川でなくパリ市街を流れるセーヌ川だったら戦いの展開はどのようになってるだろうか。言うほどテムズ川も綺麗じゃなかろう。別に変わらんでしょう。リアルじゃクソ汚い川だそうだが、ネプキンのいたテムズ川だって生き物が住める状態じゃなかったしな。漫画やアニメにあまり現実を持ち込むもんじゃないぞ。今まで観客が悪魔超人に声援を送ってたのに、アトランティス戦でそれがぱったり止んだことにうまく理由つけたな。
ロンドンの時間が何時なのかは知らないけど、子供が出歩いていい時間なのか。ここはむしろゆで式に時差無視した方が良かったのではないか。イギリスは早朝。そりゃ一人で出歩いてたら問題だが、ダディもいるんだからいいだろう。イギリスは労働者階級もわんさといる国だから、別にロビンダイナ好きだけじゃない。マーリンマンって地上戦のみでアイドル超人とか悪魔超人倒せるの？ロープ切られたらただのクソ雑魚だと思う。ヒレがノコギリになるやつとかビチビチ受け身取るやつとか、頭のスプリング受け身とか防御手段は割と豊富じゃないかと。理論上はマッスルインフェルノとかもビョーンって返せそう。マーリンマンは水中戦で進化を発揮するのであって、リング上での戦いが苦手なわけじゃないし、ラジナンのメンバーである以上、実力はちゃんとあると思う。正義や悪魔の誰に勝てそうかというと、ちょっと難しいが、結果的にアトランティスと戦うことになったが、もともとロビン相手に自分に有利なリングで戦うつもりだったからな。両方の見せ場がある良い試合だな。ブラックホール戦よりさらに良い。ブラックホールの言い分は真っ当だわな。観客は引いてたみたいだがどうせ死んでたし。首ちょんぱは今の地上波だとあれくらいの描写になるんだね。体裁を整えたいだけだろって改変セリフは分かりやすくてよかったな。回想でロビン戦が長めに描写されてて嬉しかったよ。水中のロビンが青っぽいのも旧アニメカラーを意識した描写みたいで嬉しいね。今回は最初から最後まで流血描写が多い回だったね。そして次回予告で師匠が出てきたから、神谷さんの声が聞けるのが楽しみで仕方がないよ。あんだけチブッシャーしてるのに、その辺はダメなのね。バッファローマン、思わずニコニコするのかわいい。結局あいつブレブレなんよな。周りは命かけてやってるのに、最新の裏切りに至っては、勝手にイマジナリースグル呼び出したし。ツンデレバッファローマンかわいい。来週アトランティス決着足す筋肉マン VS ピークアブーで、再来週に筋肉マン決着でストロングザブ同戦かな。バッファローマンとスプリングマンのタッグ戦はさすがに2クール目だろうな。アトランティス VS マーリンマン戦開幕。お互い一歩も退かぬ連撃戦が熱い。過去のロビンマスクとの試合、ゴールからの声援でアトランティスが有利になるところも熱い。次回もこの試合の続きだが、勝敗が気になるところ。頑張れアトランティス。悪魔超人アトランティス VS パーフェクトラージナンバーズマーリンマン戦が始まった。アトランティスがかつてのロビンマスク戦を誇りに思ってるの見て、やっぱり悪魔超人少し変わったなって感じた。いい意味で。アトランティスとロビンの集結は衝撃でしたからね。おかげで当時のアトランティスはかなりのヒールだったと思います。しかし、今回のアトランティス、ロビンとの戦いは悪く言わせないとか言っちゃって、人気超人狙っていますね。長尺もらって、これで負けたら怒ります。アトランティス VS マーリンマン。かつて勝利したロビンマスクへのリスペクトの強さがすごく良いし、ウィークポイントの首をそのままにしない努力に感動した。受け身合うは顎で戦うマーリンマンもかっこいい。同じく水中を得意とする超人で、どう見ても全スペックが上のマーリンマンに対してアトランティスが頑張る。ああでもやっぱり水中戦ではかなわないか。アトランティス危ない。アトランティス頑張れ。今ロンドンのポール君と完全シンクロ中。マーリンマンが原作通りの3下感出ててよかった。次回はマーリンマンの悪魔超人煽りに、一人の少年がこの先ろくな人間にならないことが運命つけられた名場面もあるし、今から楽しみ。冒頭まさか続きが見られると思わなかったからびっくりだったけど、ブラックホールってやっぱり悪魔超人なんだな、と感じるシーンだったね。宮田くんのヒールな声がさらに不気味さを増してて痺れた。そして物語も面白いし、声優さんの声がみんな大迫力でかっこいい。ダルメシマンの首ポロはびっくり。てっきり助けるんかと。悪魔はそんなに甘くなかった。死闘を演じたロビンマスクへの侮辱は許さないアトランティス。そんなの見せられたらズンクしちゃう。監視されちゃったアトランティスの逆転を願う。いや、ブラックホール、悪魔らしくてかっこいいな。アトランティスも、仮面ライダーアマゾンみたいなデザインや、水星の得意性が昔大好きだったわ。
今見るとこの2人、デザインといい名前と言い技といいすごくいいキャラだなと改めて思うたり、忍ばずの池の戦いのあれも令和版を見て、トラウマ発動する前にかっこいいなと思える年に、悪魔超人がどれだけ悪ぶってもブラックホールをねぎらったりアトランティスを心配してたり素直にパイプ椅子座ってたりしてると、この人たちは悪じゃなくてヒールだなってなります。注意、ダルメシマンは粛清済み。アトランティス vs マーリンマンって個人的にラージナンバーズシリーズベストバウトなんだけど、アニメでも最高にかっこいいな。ジャンプ連載時不人気だったアトランティスを男にしたかったっていうで先生インタビューで語っていたのがアニメでもしっかりと描かれている。大嫌いだったアトランティスがロビンマスク線を誇りに思っていて、ロビンリスペクトも持っていることを知り、打活のごとく嫌っていた幼少期の自分を捨ててアトランティスに心の底から勝てと叫ぶ中で、来週火曜。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。